皆さん、こんにちは。ゆいです。今日も私たちのポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。こんにちは、あきらです。いつも応援ありがとうございます。あきらさん、春といえば日本では引っ越しのシーズンですよね。そうですね。進学や就職で新しく一人暮らしを始める人が多い時期です。それで思い出したんですけど、私が初めて日本で一人暮らしをしたとき、本当にいろいろなことに驚いたんです。ああ、確かに。実家で家族と住んでいる時とは全然違いますからね。そうなんですよ。海外から日本に来て一人暮らしを始める人もきっと同じように文化の違いにびっくりすると思うんです。なるほど。じゃあ今日はその日本で一人暮らしをして驚いたことをテーマに話してみましょうか。はい、ぜひ。リスナーの皆さんの中にも一人暮らしの経験がある人がいるかもしれませんね。皆さんの国の一人暮らしと比べながらリラックスして聞いてみてくださいね。ゆいさんは一人暮らしを始めて最初に何が一番大変だと感じましたか？うーん、自由で楽しいんですけど、やっぱり全部自分でやらなきゃいけないっていう責任感ですかね。わかります。料理、洗濯、掃除、家賃の支払い。やることが山のようにありますよね。ええ、その中でも私が特に日本の生活って独特だなーってショックを受けたのがゴミの捨て方なんです。出ましたね。ゴミ問題。これは外国人だけでなく日本人でも引っ越すたびに戸惑うポイントです。本当にそうですよね。地域によってルールが全然違うから最初はパニックでしたよ。ゆいさんが住んでいたところはそんなに厳しかったんですか？厳しかったですよ。燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチック、それにペットボトルや缶も全部別々で。日本ではそれが普通ですけど、初めてだと覚えるのが大変ですよね。そうなんです。しかも出す曜日も時間も細かく決まっていて、ちょっとした事件があったんです。事件ですか？ゴミ出しで事件ってちょっと気になりますね。笑い話なんですけどね。ある日、間違えてプラスチックの火に燃えるゴミを少し混ぜて出しちゃったんです。それはやってしまいましたね。どうなりましたか？夕方帰ってきたら、私のゴミ袋だけポツンと残されていて、赤いシールが貼られていたんです。分別が間違っていますっていうあの警告シールですね。あれは恥ずかしいですよね。本当に恥ずかしかったです。ご近所さんに見られたんじゃないかって、顔から火が出るかと思いました。収集車のおじさんは中身をしっかり見てますからね。ルール違反のゴミは持って行ってくれないんです。ペットボトルを捨てるときもキャップとラベルを外して本体を洗ってから捨てるなんて最初は信じられませんでした。環境のためとはいえ手間がかかりますよね。でも今ではすっかり慣れてラベルを剥がすのがちょっと気持ちよくなってきましたよ。日常のゴミも大変ですが、引っ越しの時なんかに困るのが粗大ゴミですよね。粗大ゴミ。家具とか家電のような大きなゴミのことですね。そうです。日本では大きいゴミは普通のゴミ置き場にそのまま捨ててはいけないんです。あれも驚きました。捨てるのにお金がかかるんですよね。ええ。まず市役所や専門のセンターに電話やネットで予約をして、コンビニで専用のチケットを買う必要があります。それをゴミに貼って指定された日に外に出しておくという流れですよね。その通りです。しかも予約してから回収されるまでに何週間も待たされることがあるので、早めの準備が必要なんです。ゴミを捨てるのにも計画性が必要なんですね。日本のルールは本当にシステマチックだと思います。そうですね。でもそのおかげで日本の街は比較的きれいに保たれているのかもしれません。確かに
道端に壊れたテレビが転がっているようなことはあまり見かけないですよね。さて、ゴミの前にそもそも部屋を借りる時にも大きな驚きがあったんじゃないですか？お金の話ですね。これも本当にショックでした。初期費用が高すぎるんです。やっぱりそうですよね。日本の賃貸契約の初期費用は家賃の4倍から5倍くらいかかると言われています。家賃が10万円だとしたら最初に50万円も払わなきゃいけないってことですよね。学生や若い人には厳しすぎます。そうなんです。どうしてそんなに高いかというと、日本独特のシステムがあるからです。ゆいさん、覚えていますか？はい。敷金と礼金ですよね。あの言葉一生忘れません。敷金はデポジットのようなものです。部屋を退去する時の掃除代や修理代として預けておくお金ですね。デポジットなら何も問題がなければ後で少し返ってくるからまだ納得できるんです。問題はもう一つの礼金ですね。そう、私が一番驚いたのはその礼金です。礼金というのは文字通りお礼のお金です。大家さんに対して部屋を貸してくれてありがとうございますという意味で払います。毎月ちゃんと家賃を払うのに、さらにお礼まで払うなんて最初は意味がわかりませんでしたよ。昔の日本は家が少なかったので、貸してくれる人への感謝の気持ちとして始まった習慣だそうです。もちろん返ってきません。なるほど。歴史的な背景があるんですね。でも外国人からすると本当に不思議な文化だと思います。それに加えて、不動産屋さんに払う仲介手数料や鍵を交換する費用、火災保険などもかかります。最近は保証人になってくれる会社の保証会社利用料というのも必要ですよね。ええ、家族にお願いできない場合は、その会社にお金を払って保証人になってもらうんです。日本で一人暮らしをするためには、引っ越しするずっと前からしっかり貯金をしておかないとダメですね。ただ、最近は敷金・礼金ゼロというアパートも増えてきているので、探しやすくなってはいますよ。それは朗報ですね。これから部屋を探す人は、ぜひ00物件をチェックしてみてほしいです。苦労して部屋を借りた後、実際に住んでみて驚いたことはありますか？ありますあります。これも定番かもしれませんが、壁が薄いことです。日本の木造アパートなんかだと防音があまりしっかりしていないことが多いですからね。私が最初に住んだアパートは上の階の人の歩く足音がドスドスって普通に聞こえたんです。足音だけでなく、テレビの音や話し声が聞こえてくることもありますよね。そうなんです。ある時、隣の部屋の人がすごく大きなくしゃみをしたんです。くしゃみですか？はい、ハクションって思わず自分の部屋でお大事にって言いそうになりましたよ。それはちょっと気まずいですね。壁一枚で仕切られているだけだとプライバシーが守られている気がしませんよね。隣の人の生活リズムが丸分かりになってしまうのは少し嫌だなと思いました。日本で一人暮らしをするときは、この騒音トラブルに気をつけないといけません。自分が被害者になるだけじゃなくて加害者になってしまう可能性もありますもんね。その通りです。例えば、夜遅くに洗濯機を回したり、掃除機をかけたりするのはマナー違反とされています。私も友達と電話で話すときは声が大きくならないように気をつけています。夜はイヤホンを使ったり。素晴らしい心遣いですね。もし音を気にしたくないなら、少し家賃が高くても、鉄筋コンクリートのマンションを選ぶのがおすすめです。鉄筋コンクリートだと全然違うんですか？全然違いますよ。壁が厚くてしっかりしているので、隣の音はほとんど聞こえなくなります。それは安心ですね。次に引っ越すときは絶対に建物の構造もチェックしようと思います。はい。部屋探しの時の重要なポイントの一つですね。
内見の時に壁を軽く叩いてみる人もいますよ。なるほど。コンコンって叩いて厚さを確かめるんですね。いいアドバイスです。一人暮らしで自分のお城ができたわけですが、日本に住む上で避けて通れないのが自然災害です。地震ですね。日本は本当に地震が多いので、最初は少し怖かったです。実家にいるときは親が水や非常食を備蓄してくれていることが多いんですが、一人暮らしだと自分で用意しないといけません。そうなんですよね。私も引っ越してすぐに防災セットというリュックを買いました。おー、偉いですね。防災セットにはどんなものが入っていますか？水、保存できるパン、懐中電灯、簡易トイレ、あとは救急セットなどが入っています。それを玄関に置いています。完璧ですね。いざという時にさっと持って逃げられるようにしておくのはとても重要です。でも、買っただけで安心しちゃダメなんですよね。たまに賞味期限をチェックしないと。そうそう。僕は半年に1回中に入っている水と食べ物を新しいものと交換しています。あきらさんしっかりしてますね。一人で住んでいるからこそ、自分の命は自分で守る意識が必要ですね。準備をしていても、夜中に突然スマホからギュイーンギュイーンって地震速報のアラームが鳴ると心臓が止まりそうになりますよ。あの音。本当に心細くなります。部屋に一人しかいないからどうしようってパニックになりそうになります。そういう時、家族やルームメイトがいると少し安心できるんですけどね。だから私は地震があったらすぐに家族や地元の友達に LINE で大丈夫だよって連絡するようにしています。それはいいですね。あと、一人暮らしを始めたら必ずやってほしいのが避難所の確認です。避難所ですね。災害の時に逃げる安全な場所のことですね。はい。近くの小学校や公園が指定されていることが多いです。歩いて何分かかるか一度確認しておくと安心です。災害への備えが生活の一部になっているというのも日本ならではの風景かもしれませんね。少し怖がらせてしまったかもしれませんが、普段から準備しておけば大丈夫ですよ。はい。正しく怖がって正しく準備することが大切ですね。大変なことや驚いたことばかり話してしまいましたが、すごく感動したこともあるんです。お、いいですね。どんなことに感動しましたか？宅配ボックスです。あれは本当に素晴らしい発明だと思います。マンションのエントランスにある荷物を預けておけるロッカーですね。そうです。一人暮らしだと昼間は学校や仕事で家にいないじゃないですか。宅配ボックスがあれば留守でも荷物を受け取れるから再配達をお願いする手間が省けてすごく便利です。最近はネットショッピングをする人が増えたので、宅配ボックスがあるアパートはとても人気がありますね。それからエントランスのオートロックも安心感があって好きです。オートロック。住んでいる人以外は建物の中に入れないシステムですね。特に女性の一人暮らしには必須の条件かもしれません。はい。誰かが来ても、まずはモニター越しに確認できるので、知らない人が来ても怖くありません。日本の治安の良さを感じます。治安が良いとはいえ、人間関係、つまりご近所付き合いについてはどうですか？ご近所付き合いは正直ほとんどありません。隣にどんな人が住んでいるかよく知らないんです。昔の日本では、引っ越してきたらタオルやそばを持って隣の家に挨拶に行くのが普通でした。テレビドラマで見たことあります。でも実際にやる人は少ないですよね。今は特に都会の単身者向けアパートだと挨拶に行かない人がほとんどです。防犯のためにも女性が一人で住んでいることを知られない方がいいという考え方もあります。私もそう思って挨拶は行きませんでした。でも廊下ですれ違った時は軽く挨拶はしますよ。そうですね。
会釈をしたり、おはようございますと軽く声をかけたりはしますが、それ以上深い話はしないですよね。この近すぎず遠すぎない独特の距離感って面白いですよね。干渉されないから気楽でいい反面、困った時に助け合えないという寂しさもあるかもしれません。確かに、都会の一人暮らしは少し孤独を感じる瞬間もありますね。さて、今日は日本の一人暮らしにまつわるいろいろな驚きについて話してきました。ゴミの出し方からお金のこと、ご近所付き合いまで、日本独自のルールがたくさんありましたね。最初は戸惑うことも多いですが、慣れてしまえばとても安全で快適に暮らせるのが日本の良いところだと思います。リスナーの皆さんは今日のエピソードの中で何が一番驚きでしたか？また、皆さんの国の一人暮らし事情で、これは日本と違うということがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。今日のポッドキャストが楽しかった、役に立ったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そして、今日の会話の内容をもっとしっかり勉強したいという方のために、スクリプトを用意しています。この動画のコメント欄の一番上、固定されたコメントにリンクがありますので、そこからダウンロードしてシャドーイングなどに使ってみてください。それでは今日の時間はここまでです。最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。